こんにちは、バーバです。今日はこのラッキースターの作り方をご紹介します。このように立体的にぷっくりとした形に膨らんだとても可愛らしい星です。今回は折り紙を使って作っていきます。このラッキースターですが、以前別の動画でも同じ星の作り方をご紹介していますが、どうしてもくしゃっとなってしまう、うまく立体的に膨らまないというご意見がとても多かったので、今回改めてうまく作るコツをお伝えしたいと思います。ではこのラッキースター、早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙とハサミと糊になります。まずはこの折り紙に8等分の幅に折り筋をつけていきます。まず半分に折ります。さらに半分に折ります。もう一度半分に折ります。しっかり折り筋をつけたら開くと、このように縦に8等分の幅に折り筋がつきました。この折り筋に沿ってハサミで切り取っていきます。はい、このように折り筋通りに切り取って、まずは3枚切り取りましたが、1つの星に3枚のこの縦長の紙を使っていきます。糊を用意して、この裏の白の面ではなく、色のついた方の面に糊をつけていきます。紙の端のだいたい1センチぐらいの幅で糊をつけて、そして2枚目の紙の端を上からこのように重ねて貼り合わせます。次は2枚目の紙の端に糊をつけて、同じように3枚目の紙を貼り合わせます。このように細長い1枚の紙になりました。そして糊付けしたらなるべくすぐに星の形を作っていくようにしてください。この糊付けした部分が完璧に乾いてしまうと、この貼り合わせた部分がカピカピにちょっと硬くなってきてしまうので、乾ききらない、まだ紙が柔らかいうちに形を作っていく方がきれいに作ることができます。このように1本の紙になったら、次は裏の白の面を上にして、このような向きで紙を持ちます。そして次はこの先端を一結びするような感じに折っていきます。上の縁をまず左下にこのように倒して、倒してきたこの端を裏から回して右側に出してきて、右側に出てきたこの端をできている輪っかの中に通して、このような感じに一結びしていきます。もう一度やってみると、まず白の面を上にして、上の端を下の方に、左下の方に倒してきて、倒してきた端を裏側から右側に出してきて、そしてこの出してきた端を
できている輪っかの中に通します。そしてこのまま少しずつ引き締めるようにして平らに結んでいきます。そしてこの時まず1つ目のポイントになるのですが、この時に全部の結び目の縁がきれいに全部同じ幅になるようにしていきます。例えばこのようにここの紙の端と角が隙間ができている感じ、このような感じになっていると最終的にきれいな星の形にしづらくなります。この紙の幅とここの縁がぴったり揃うように、角に隙間がないように結び目を作ります。そしてこの飛び出ている角をこの縁の位置で裏側に折っておきます。こうすると全部の縁がきれいに幅が揃っていると、このようにきれいな五角形の形になっています。まずこのようなきれいな五角形になるように気をつけていってください。そして次はこのつながっているこの紙の角と角、この五角形の下の角と角を結ぶここの線で、この上の五角形部分を下にこのようにパタッと折り下げます。そして折り下げた時の五角形の位置がこのように縁と角がずれていなくて、このように角と角がこの紙の幅にぴったり合っているようにしてください。このようにここの縁をこの紙の幅にぴったり合わせたら、さらにこの縁の位置で手前にパタッと倒すように折りたたみます。そしてこの下に来た縁がまた紙の幅にぴったり合うようにして揃えて、このようにパタパタパタと折っていきます。この縁と紙の幅をきれいに整えるのが2つ目のポイントになります。そして3つ目のポイントとしては、この折ったところ、このようにパタッて折ってきた時のここの折り目ですが、このようにパタッと倒した時にここの倒した縁をギュッと折らないようにしといてください。このように倒したら改めてここを押さえることをしないで、そのまま次をこのようにパタッと折っていきます。そしてまたここはギュッと押さえることをしないで、そのままパタッと折ってまた押さえることはしないで、そのままふわっとした折り目のままこのようにパタパタパタと手前に五角形を倒していきます。もう一度やってみると、この五角形を縁に合わせて倒します。この時に折らずにまたここの位置を揃えて倒します。ここの位置を揃えて、ここは押さえずにそのままふわっとした折り目で倒します。ここをギュッと折らないでふわっとした折り目にしておくことが3つ目のポイントになります。同じようにして端までどんどん折っていきます。縁と
ここの紙の幅を合わせて手前に倒して、ここは押さえずにそのまままた縁と合わせて前に倒して、縁と幅を合わせて前に倒して、このようにパタパタパタと端までこのように五角形の形で巻きつけていきます。そして最後、ここの残った端は一番最後の面のここの隙間にこの角を挟み込んでいきます。このようにちょっと飛び出てしまうような時は、ここの中に収まる程度に角を切り落として、そしてこのように挟み込んでいきます。このように挟み込んでおくだけでもいいのですが、のり付けをしておくと形が安定するので、今回はこの裏の白の面に端に軽くのり付けをして、それから挟み込んでこのように貼り合わせておきます。このように綺麗な五角形で折りたためました。そして今最後に挟み込んだ縁がここになります。一番最後に挟み込んだところです。この挟み込んだところから1個2個上に1個2個隣のここから星の形を作っていきます。これからこの五角形を立体的な星の形にしていきますが、その時にこの五角形を持つ持ち方もポイントになってきます。まず左手の親指、人差し指、中指のこの3本の指で、このように指の腹でこのように五角形の縁を持ちます。最後に差し込んだこの部分を人差し指、その隣に親指と中指が来て、一つの縁をそれぞれ指の腹で持っています。そして右手は親指と人差し指を使っていきます。右手の親指がここ、人差し指がここ。親指がこの最後に差し込んだところから1個2個隣のところで親指を当てて、この親指の爪を使って潰すようにして立体的にしていきます。左手でこのように3本の指で持ったら、右手の人差し指と親指を当てて、この親指をここの縁の真ん中に直角に爪を当てます。このように前後に斜めになったり、このように横に傾くのではなくて、ぴったり垂直にここの面に当てて、そしてこのような手で持った状態で親指の爪を中心にグッと当てるようにして、このように中心を少しへこませます。いきなりぎゅーっと押し込まなくて大丈夫です。ほんのちょっと押し込めたら、まずはそれで大丈夫です。まず一つの縁をこのようにくぼませたら、次は今左手の親指が今潰した縁に合うように指をこのように一つずつ入れ替えます。そして右手も同じようにこのように
さっきと同じように合わせたら、親指の爪をここの縁に当ててギュッと中心に向かって押し付けるようにして潰します。もう一つ縁を持ち替えて、同じように親指の爪が当たったところをギュッと中心に向けて押し込みます。同じように5つの縁すべてこのように縁を中心に向けてくぼませます。だんだん星のような形になってきました。5つの縁すべてくぼんだら、改めて少しずつ中心に押し込むようにして、きれいな星の形になるように、このようにどんどん少しずつ中心に向かってくぼみをつけていきます。最後にこの尖ったところを横からちょっとこのようにつまむようにして角を潰すと、さらにきれいな星の形になってきます。全体的に形が整ったら、これでぷっくりした星、ラッキースターの完成です。親指の爪を使ってこのようにギュッと内側に押し込む感覚は、初めのうちはちょっと感覚がつかめないかもしれないのですが、いくつか作ってもらっているうちにだんだんとコツがつかめて、きれいに星の形に作れると思います。今は作り方の説明をしながら作ったのでゆっくり作ってきましたが、作り方に慣れるとスッスッスッと早く作れるようになります。コツがつかめると1個を早く作れるようになるので、たくさんのラッキースターをどんどん作っていけて、とても楽しいと思います。このように五角形を前にパタパタパタと倒すのも、慣れるとさっさっさとできるようになるので、そしていくつか作っていってもらうと、この潰す感覚もコツがだんだんつかめてくると思います。ぜひ最初のうちは上手にできなくても、いくつか作って上手に作れるようになってください。はい、このような感じに1個があっという間に出来上がりました。一色でたくさん作っても素敵ですし、このようにいろいろな色で作っても楽しいと思います。こちらは柄の入った折り紙で折ったもので、このような星もとても可愛らしいです。作り方のコツをつかんで、ぜひたくさん作ってください。このラッキースター作ったよという報告もぜひコメント欄に書いてくださいね。待ってます。